シー。皆さんこんにちは、サンタマボクシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はディーラーさんのご好意により2026年改良型ボクシーの撮影と試乗をさせていただきました。 YouTube に上げる許可もいただきました。ありがとうございます。今回の試乗車はボクシー SZ の肉ニュートラルブラックのフルオプションです。私のボクシーについていない装備はヘッドアップディスプレイくらいです。デジタルインナーミラーはメーカーオプションのものがついていました。試乗では撮影機材を持っていかなかったので助手席にスマホを置いて録音しました。今回ボクシーは外観は大きく変わらなかったのですが、ブラックのみメッキ化色がブラックアウトされていて、実際に見るとかっこいいなぁと思いました。内装もグレードアップしていて、今回の改良は価格上昇分に見合った改良だと個人的に思いました。担当営業さんが接客中だったので一人で試乗してきてもらって良いとのことで鍵を渡してくれて一人で試乗してきました。では試乗の様子をお届けします。2ダブル肉だといやちょっと違うなこれ。まあエンジンとかは一緒なんですが、乗り心地がですねいい。なんでちょっと困っちゃうなこれ。なんか PDA がプロアクティブドライビングアシストが効いてないみたいですね。聞いてないな。で静かって言われたらそんな変わんないかな。ロードノイズはないか。これはちょっと参っちゃいますね。困ったな。でデジタルインナーミラーはやっぱりアルパインの方がいいですね。見た感じだけどくっきり見えますね。ごめんなさいね。ちょっと撮影する人がいないんで勝手に今乗ってきてもいいですよって言われて乗ってるんですが、いやこれやべえっすわ。こんなに違うもんか。そうだな、足回りと静粛性は上がってますね。
性能が乗り心地いいわこれ。PDA の機器とかの違いが分かんないな。今これ設定されてないんですよね。機器側効いてない、 PDA が効いてない状態です。これねちょっとね、これでナビがでかかったらな、ナビがでかかったら考えるけど、どうだろう。まあ静粛性向上パッケージが5万円、あとはメーターも違うんですけど、やっぱりちょっと見にくいですね。まあカスタム次第なんでしょうけど、意外と見にくい。いや羨ましいなと思ってたんですけど、あとは全体的な室内の質感が上がってますね、やっぱり。だけど買い替えるか、100万円出して買い替えるかって言われたら、アルファードとかのガソリン買っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。いや本当はそりゃ乗り換えたいのは山々なんですけど、そんなにだけどやっぱちょっと段差を乗り越える時がやっぱ違いますね。こんなに違うもん。いや違いますよこれ。本当はこの後もう一周させてもらったのですが、その後他のお客さんが試乗したいとのことですぐお返ししました。乗り心地と静粛性が向上しているように私には感じました。あとはブレーキタッチが良くなっているように感じました。私のボクシーにはついていないので、ヘッドアップディスプレイがすごく便利に感じました。次に買うときはヘッドアップディスプレイをつけたいと思います。私には改良による性能向上を感じたのですが、1年ちょっとで乗り換えるかと言われたら100万円以上かけて乗り換える気にはなれませんでした。価値観は人それぞれなので、私の場合は乗り換えないというだけで、中には半年で乗り換える人もいらっしゃいますよと営業さんが言っていました。これから他の車や70系、80系からの乗り換え、そろそろ車検を迎えるという方には今回のノアボクシーおすすめしたいです。私も初めての車検を迎えるときには考えようと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。サンタマボクシーでした。いいな。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。